これとこれがフレッシュ。いや、それはフレッシュ。これが4日目。売れてる。滋賀で焼酎ってなかなかないから楽しみ。大将、今日よろしくお願いします。よろしくどうぞ。久しぶり。本日も盛り上がっていきましょう。ではおつまみ作っていきます。お願いします。ヒオウギ貝と車エビです。ヒオウギ貝。はい。ヒオウギ貝っていうのかな、なんていうのかな。ヒオウギ貝ね。ヒオウギ貝。ヒオウギ貝ですね。天草の特産。わ、いきなりもうシャリとあえてある。あんかけ丼。美味しい。ありがとうございます。いきなりのあんかけ丼はずるすぎる。ヒオウギ貝ってなんか二枚貝ですか？あ、ホタテのちっちゃいみたいなやつです。このぐらいかかな。紫とか黄色とか、オレンジとか貝がいろいろあるんですよ。それカラフルな貝。基本火入れて食べる貝ですか？生でもいいです。生でもいけるんですね。貝柱だけはね。そうね。ちっちゃかったですちっちゃいかもね。でも美味しいけどね。これの半分ぐらいしかない。あ、そんなもんなんですか？ちっちゃい感じ。その分味が凝縮されてます。生姜。シャープな貝。美味しい。すごい油がすごいね、これね。ねじまこ。出た。何このミステリー。スタイルがなんか。これはうまい。こんな脂あるんですか、メジマグロって。ねじまこですね。それ8キロ、9キロ間が8キロ、9キロ。お腹の方ですか？あ、お腹一応トロの部分。わあ。うまい。でもくどくないですね。お上品。ちょっとうますぎるぞ。メジマグロはぶどまりがいいんですか？いいです。いいんですね。マグロ系はいいですね。ああ。ブリとか。そうなんですね。ブリとかあんながちっちゃかもね。そうですよね。白身はダメです。頭が結構、そう可食部が少ない。いや、いいですね。プロに解説していただけるの最高です。アワビこっち取れるんですね。結構薄めにカットして。うまいね。肝ソースってこれ何入ってるんですか？だしと醤油とバター。バター。バター。バター本当に入ってるんですか？はい、入ってます。こんな濃厚なんですね。うまい。厚さが絶妙っすね。ありがとうございます。舌と一ちょっと体化する。ケチってね、薄くしました。いや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 。
すごいね。でかい。でかいな。1.2 ぐらいですね。2。うわ、うわ。いい穴子でしたよ。ね。油めっちゃくちゃいのこれ。もう汁が。なぜ35キロ来た中でより抜きの1本です。うわ。選抜です。選んで。選抜1。でそれからじゃあ3本目ってなったら今度はもう700ぐらいだもんね、やっぱね。何これ？蒸したりもしないですか？あ、煮てます。煮てはい、煮て焼いてます。煮て焼く。はい、煮て焼いてます。大洪水ですね、油が。うわ。やばい。油を飲みたい。かけてるのは橙ですね。橙酸味は橙です。うわ、きた。焼いと旗。これも外のですね。東シナ海のやつです。やっぱタイトさん前回クエのフライをタルタルでっていうやっぱ揚げ物の記憶がすごい残ってます。はい。うまっ。ちょっと揚げ出しっぽい感じになってるか。和風のフライうまいな。これも天草の芋焼酎。芋焼酎。新品の。あ、全然また違うわ。水いただいて。ジャパニーズワインが一番うまかった。まあまあね。私も好きです。あー、うまい。さっぱり。大々美味しい。楽しいね。本田屋さんははい。その特定の魚種だけじゃなくて結構幅広くもお魚使ってらっしゃるんですね。マグロとかも。マグロももちろん。天草周で辺の上がったマグロが主なんですけど、東京にもいっぱい友達が相棒がいて、はい。時期の時はやっぱ大間とか、あ、なるほど。じゃあ地物だけじゃなくて、まあもうほとんど例外ですよ。まあ基本はもう熊本の熊本しかないです。天天草草しかないです。いやでも天草っていうとね、お寿司食べ歩いてる身からするとやっぱ小肌とか中心はい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 にすごいやっぱ魚が美味しいエリアっていうのがすごいあって、はいそうです。だって穴子とかメジマグロとか、なんで天草の魚ってこんな美味しいんですか？海流がいい。海流がいいってどういうことですか3個ぐらい？3個。特徴的な海があって、はい。東シナ海、白縫海、有明海3つ海に面してるんですよ。はい。有明海はちょっと穏やかですか？激しい。激しいですね。激しい流れも速いし。で白縫海って今度裏にある八代とか天草の裏とか八代海とか、そっちの海は穏やかなんでめちゃめちゃ脂が乗るんですよ。でもこの後来るアジとか、そういうのはあ、じゃあ根付きの根付味ですね。根付きでもう流れがもう緩やかなんで、いわゆるメタボ体質メタボ体質で油乗ってるっていう。さすが。なるほど。豊満な感じで。で東シナ海のやつはもうパーフェクト。東シナ海のが一番パーフェクトですね。あ、そうですね。やっぱ全然違うね。そこもね、そこもののとかはやっぱ全然違う。違うね。うまい。あ、この話した前、イカの話下まで行っちゃわないんですが、たまにごまかす時あります。はい。あ、思い出した。全部切れてるんですよ。いやいや、煽りですか？あ、これ煽りです。煽り。これで800ぐらいやったかな。800ぐらい。ハントの人はやっぱ炭が好きじゃない。パキッとしたのが包丁いらないっていう人もいますよね。うわ、煽りか。天草のスワロフスキーだ。スワロフスキいただきます。うわ、もうとろみがすごい。難しすぎる。美味しい。ジュース、甘いジュース。でも、真ん中の甘いとこですよね、これ。そうですね。やっぱ真ん中がやっぱ甘いってみんな言いますけど。出たタイツさんの重ねるやつ。いやいや、中村さんも重なってますね。でもフォルムがちょっとやっぱ違うっす、タイトさんと。あ、そうなんですか。大きさとか。ああ。よかったね。2週間ぐらい。あ、2週間。2週間熟成。いつだったっけな。13日やったですね。2枚重ね。相当。何これ。やばい。まだいい。もったいなくてちょっとずつ使う。まだ伸びるよこれ。もったいなくて。
これ昆布とかは出てない？あ、昆布は出てます。軽くしっかかり。そうですね。味が24時間ぐらいかな。当ててるぐらい。でもなんか2週間寝かせてるとしても皮目がまだちょっとブリッとしてるあ、まだ感じがしっかり見やして、やっぱこうなんか水気がねあんまないといいですよ。力強いですね。まだ全然噛み応えめちゃくちゃある。日本中のお寿司屋さんが日本一でいる。ねえ、天草の白甘鯛。そう、天草の白。ねえ、もうこの2貫でもうやばいっす。もう満足です。ごちそうさまでした。あ、じゃあもうやめて。食べようっていうぐらいパワーがすごいですね。なんか力強い。うますぎるわ。うまいっすよね、やっぱ。これ大きいんですか、焼いた方っていうの？今回は15キロぐらい。そんな大きいんだ。うわ、焼いた方でもちょっとマニアックですよね。東京だとあんまり出てこないですよね。いい魚ですね。もう本当うまかった、今の握り。うまいってか久しぶりにうまい魚食ったな。よかったね、見てみて。甘い。何キロかは知りません。何キロだけどね。12キロ。わあ、反則カンパじゃないですか。反則カンパチ。天草ってマグロの養殖場があるんです。はい周りに集まってくるんです。はい。そこで釣る。それを餌を食べれるからってことですか？へえ、美味しいもん食えるから。頭いいんですね。頭いいんですよ。頭いいよね。メジマグロのメジの血合いぎしですか？見た目で黒くなってますけど。これうまいね。厚みがあるやつを2枚重ね。これうまいね。シャリです。やっぱね、その独特の大きいマグロも美味しいけど、やっぱこれのやっぱあっさり感というかね。これはぶっ飛ぶぐらいうまいね。大将、あとはやっぱ煮切りがすごい美味しい。あ、そうですか。お醤油もなんかちょっと甘め。あ、醤油はもう大体甘いんでね、やっぱこっちの。広がりやばいですね。後半やばいやばい。後半うまいですね。お酒を。あの小肌はやべえな。こいつはやばいなっていうのは見た目でやっぱ分かるんですよ。それはどこが違うんですか？もう体高が太鼓なんですよね。顔ちっちゃくて体高、あと皮が薄いです。皮が薄い。最高に楽しいこのトークが、まあ、めっちゃ美味しく感じる。うわボリュームやば。これ赤紫どこ紫。紫。あ、紫。天草の紫。のは初めてやんね。そうだよね。そうですね。いやー初めて。ここにしかないんですよ。うわ基本じゃあ天草で取れるウニは紫と赤ですよね。まあバフはないですね、それは。マフはないしね。でもなんかこの紫っていわゆる青森とか北海道の紫うん紫と違う赤ウニよりの紫ウニってことそうです、そうです。甘い。正解。やっぱ大将もウニが出るとおおってちょっとテンション上がる。テンション上がりますよ。あなんかここにしかないんで。ここにしかないんですよ。若い男の子はここだけのために持ってくるんですよ。これですね、生姜とネギ。生姜とネギ。はい。ネギ白ネギ。天馬が確かに小味のフォルムだ。そうそう。大将が個人的に好きな魚は何ですか？タイが好きなんですよね。マダイ。マダイ？マダイ。タイのいいやつはめっちゃいいですうまいですよね。うんタイと作るやつは特にマダイは一番うまい。このなんか重ねて漬けて握る、炙ってますよねちょっと。炙ってます。うわー漬けて炙って。いやーなんかタイトさんの握りって感じがする。このフォルム見ると。やべえ。
まい。もうね、動物焼肉ですよ。焼肉。焼肉カルビカルビ。動物なんですよ。本当動物。肉だですよね。でも魚なのに。旗はこういう感じじゃないですそう。ね。焼いた後はこうなんですよ。お魚感がちょっとある。じゅわーきますもんね、これね。これって漬けて炙るんですか？炙って漬ける。つけてある。漬けて炙る。はい。醤油の焦げた感じの味がやっぱ醤油の濃い感じがこう焦げた感じがやっぱり良かったですよね。酒に合いますね。そうそうそう。これ。いやー。うまそう。これはもう天国です。うんですよね。 Go to heaven。タイトさんはもうあれですか？お付き合いは結構長いんですか？同い年なんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ同級生なんですか？同級生です。え彼と知り合ったのが27、8。え。そんなにもう長いんですか？ 2人でずっと研究してきたんですよ。ああ。うわー、サバもこっちのですか？あ、こっちのです。あ、これお作り用の方煮切り。あ、そうです。甘露調味料ですね。青物とかはこっちの方が合うんですよ。はやっぱほんのり甘くしてるとろっとしてるとか。香ばしさが半端ないね。色気半端ないなこれ。また大葉がすごいいいですね。ちょっとバランス取ってくれますね。そうそう、ごま大葉がやっぱアウトですよね。うまい。アジ。熊本以外のネタって今日出てます？アナゴは長崎だね。あれ対馬のアナゴだ。あとその辺で来た。ああ、いいよね。やばいいよね、そうよね。最高。2年半ぶりの再会だな。あざっす。ちょっとでかくなっちゃった。寿司タイトのタイトってどっから来てるんですか？これ父親の名前です、私。ここは2代目になるんですいえ、初代です。親父さんの名前をもらっただけです。やるときに亡くなったんですよ、親父が。ああ、そうなんだ。で、名前だけ。大丈夫ですよね。なんでお寿司屋さんになられたんですか？たまたまそこにアルバイトしてて、でそこに就職させてもらって、で気づいたらまあ寿司屋になっちゃったみたいな。もうずっと天草なんですか？そうです。へー島の外で暮らしたことはないですね。で、今、お昼と夜の営業で、お昼は握りあ、お寿司だけ。メインはいのみ、はい。で夜はちょっとおつまみおつまみとお寿司。でいくらでやってらっしゃる？今、お昼が税込み8800円。で、夜が税込み2200。あ、じゃあ2枚2000円。お昼だと今握り何貫ぐらい？ 10個です。10貫で10個。追加は受付中で、はいはい。追加であ追加しまし追加でお世話になってます。でお昼も夜もまあ2組で4人か5人ぐらいまでそうですね。カウンターで、はいはで予約はもう電話電話だけ。電話だけで、はい、はい、電話だけ。わかりました。何ヶ月先ぐらいまでかってあります？あ、一月しか取ってません。あ、翌月まで。いえ、その今日から一月。あ、そうなんですか。はい定休日は？ないですよね。もうないお電話いただいたらします。あとは用事。あー子供たちの用事とかで休むときは休みますし。あ、ブリ、メジ、アナゴ、卵、かんぴょう。かんぴょう、ウニとわさび。食べたら分かる。あ、いけるか。もう行くのよ。来たね。あー、やばい、ウニが。頑張ってください。頑張れ。頑ウニがこぼあー、れてる。ウニが。張れ。これウニだったね。いける。よし、来た。よっしゃ。いいいいじゃん。もったいねえね、ウニ。
いやよいしょ。横綱やん。入れた方がいい。やめとけ。うんまみんなこれしか食べるくなる。うまいっすよね。一口の衝撃が天草ロール優勝です。やっぱ塩もあれですもんね。やっぱだいたいこれ2週間で塩が変わってくるじゃないですか。2週間で2週間。2週間で。そう、2週間に1回の時を狙って大体その周り塩周りでこう魚って取れてくるから、だから1回いいもの来たら2週間ぐらい安心またでまたって次の塩でまた来る。へで地球がほらそう回ってるけどねそう回ってる。それを1週間ずらして買ったら今度1週間後に来るから、今度それ欲しいけど買えないみたいな。でもそのタイミングとこの席数のそうっていうのがちょうどいいそうになってるっていう、ある種ちょうどハマってるわけですよね。ハマってるからですね。あー確かにでもあっさりあっさり系。サバ。うわ軽っ。いける。ウキもあ、どうごまさん。よこう茶色いですよね。あ、黒糖いいちょっと米酢黒糖塩。赤酢じゃないんだ。赤酢じゃないです。こんな甘いんですね、カウンターで食べると。あ、そう。酸味も結構強いんですよ。でも硬いですね、米あ、が。米硬い。うまい。上が乗るからやっぱりいいんですよ。そう。そう合ってる。うん。生姜とネギ。あ、生姜とネギ。はい。ネギ白ネギ。天満が確かに小味のフォルムだ。今日ね、9キロ。 9キロあって数にしたらはい100匹はいの中でこれ1匹。味市場に残る。な、そうだね、やっぱりね。でどっちも持ってるんですよ、筋肉質系と油系を。間ん。のネギと生姜がそうそういわゆる当たりネギじゃないからニンニク感がないっていうか、あ、ちょっとそうなん弱いですすでよ。よね。そうなんですよ。アジ。これは大きい。大きい方。今日。カットが12345これはあれですね、大将の包丁の入れ方によってまた味が全然変わってきます。そうそう。異次元の味のり巻き。異次元。大将これやばい。美味しかったですか？めっちゃうまい。小林さん、これで根付きの味なんですか？好きです。根付きでなんでこんなブリブリしてるの？なんか
根付きってやっぱ油がある。いやそれはもう個体差。その個体差あんまりその今の時期はそういうタイプが多いんだ。多い。油乗ってるのはいつなんですか、天草の味は。もう8月から先。夏ですね。夏から先。これ好き。やっぱ結構締まってるのが好き。うまいね。これやばい。好きだ。本当に美味しい。全部が完璧。シャリも甘いし、海苔も香りがいいし。うまいと思う。味美味しかったもん。ね。まあでも別々した方がやっぱ生姜とネギの味がするしますね。今日のやばうまいね。そんなしっかりしすぎではないですね、締め具合は。うち塩水で締めるんでそんなもう直塩じゃないから意外とジュカジュカしてる。これとこれがフレッシュ。いや、それはフレッシュ。フレッシュ。これが4日目。売れてる。確かにちょっと白いですね。そう。これもうやっぱ型がですもんほら。ね、型がですよ。まだ一番わかりやすかった。よっと油が一番伝わったよ。頭側と尻尾がちょっとトリミングするじゃないですか。そこはやっぱ味違うんですか。いや、サイズ感のあれですか。僕はもうサイズで調節してます。小肌ってここに黒い点がついてるんですよ。ここに。これないけど。それをなんかつけとくとかつけとかんとかやっぱいろいろみんな言いますですね。でもそこ硬いんですよ。そこ骨がねちょっと入ってるんね、そこね。相当マニアックです今回。神回だよ。マニアックですよ。超神回だ。これやる人はいないもんね。さっきの小肌よりも1日売れた天草の小肌。行くぜフレッシュ。お願いします。フレッシュ。ちなみに今の4日目と3日目って塩の感じとかは全く一緒ですよね。ただ1日違うというだけですよね。1日違うだけ。全然違いましたね。全然違うやっぱね。塩味を感じましたね。これ入り込んでた。そう塩味がねやっぱね入ったら入らないと知ってるんですよねやっぱね。それだけ味がついてるってことなんですね。そうですね。染み込んでくる。これはその今さっき3日目と4日よりも酢も塩もちょっと長い。長いんだ。長い。これやばい。フレッシュだからまだ赤みがかかってる。肉しさ。半3日ですよね。半3日です。当日7時間ぐらい。はい。うまいとまたちょっと違うんですよ。うまいんですけど、うまいっていう感覚じゃないんですよね。ちょっとなんていうんですか、やんちゃな感じというか、若さが若い香りがしますね。最初来るんだけど、あとはもうお酢でなんかちょっと大学生というか、なんかこれからもっといい大人になってくるんですけど、ポテンシャルはでもすごい大人になりそうみたいな。僕でもあえての全部美味しいんですけど、これがやっぱそうなんですか。多分これマグロ前持ってくる。これはだから食べ比べてる人からすると小肌じゃない、小肌感が意味でないから、小肌本来の味。明日からこれだぞ。いや俺も思った。美味しかった。マグロの後とか絶対口の中さっぱりしいなと思った。寿司っぽくないなさそうじゃない？そうですね。いや分かるんですけど、小肌の味ってまあ普通やっぱこう塩とかお酢でより美味しくするっていう魚じゃないですか。それがまだ本当さらっとしかまだ残ってないから、なんかナチュラルに小肌ってこういう味がするんだっていう意味で言うと、でもちゃんと味がある。で物が絶対いいものなんで。寿司って面白いですよね。面白いです。これはあれですか、網？これと網。投げる？投げる。定置のはダメですよ。ダメです。網に入ってお湯するともうめちゃめちゃ痩せていくんですよ。油がなくなっていく。刺身で食べるなら定置がいいかもしれない。天草の小肌は通年取れるさ。常に取れます。それぞれの時期に良さがあるっていう。良さがあります。秋のが一番美味しい。8月終わりからやっぱり10月、11月ぐらいにかけてが一番美味しいです。それだとサイズ感とかサイズもいいし、油の乗り方も最高。この今ちょっと春に入るか入らないかぐらいの時期じゃないですかの小肌のなんか一般的な特徴とかってもしあれば。産卵に入る前なんでちょっとじゃあそれでこれなんですか。そう、このポテンシャルなんで秋のやつはもうすごいです。
何もしなくても美味しい。いやでもそのトップオブトップがタイトさんで、まあ彼はもう本当、もちろん一番しか持っていかないんで、うちの中でも白身と小肌に関しては世界一よねおやそうと俺は思ってます。でも天草ってもうその小肌界のキングじゃないですか、正直。そうです。キングの中のキングを産地で3種類食べ比べっていうのも寿司マニアの夢ですよ。あそうなんですか。いやでも今日のあれはすごいと思う。神神伝説よ神。からのまた明日今度現場のよろしくお願いします来ていただいてバトンタッチ。白身パートも良かったんですけど、まあ食べ比べ含める僕はもう今日はアジと小肌ベタになんか天草のいいですよいいですよ。ど真ん中のこの小魚が、そうですね。まあ寿司っぽいですよね。あとほんとシャリがあよかったです。こんなに個性的かつ美味しい。あそうなんですか。このシャリは多分ない。全部ネタの力強さに負けないぐらい。なんでこうなったのかよくわかんないんですけど。いやーでもそのね仕入れ先のプロの方もたまたま今日隣にいていろいろ教えていただいて、でもお二人のその関係性も垣間見えて、まあま久しぶりに天草来てでも本当に、よかったですねなんか前回も美味しかったんですけど、はいはいはい前回より余計にそうですか。雰囲気も含めてそうですね。出すネタのマニアック度合いも含めて今日はね良かったですもんね。この雰囲気がね。雰囲気もネタも最高だったんで、ちょっとまた季節変えてぜひまた今後ともぜひよろしくお願いします。お越しください。今日ごちそうさまでした。ありがとうございました。中村さんは本田さんから見て、はいなんかどんな方というか。寿司好きで愛してるんです。そうですね。天草取れるんですね。春の魚ですね。うわー早い。皮ですか？皮を。皮にちょっと炭がついてます。